魔法を使い始めて 1,2 年の相手に高望みしすぎだろう。呪文を唱えた年数はミチルの方が長いんだから、赤ん坊相手に得意にならないで。てめえが言ったんだよ。構いませんよ。賢者よ、そなたが思い描いておるものがおるじゃろう。それで当たりじゃ。なぜ明瞭に話さない？オズではないのか？皇帝よ、そなたも人気のある王族はと聞かれてアーサーだと答えたくないじゃろう。アーサーは政治を知らぬ。学のない者たちに好かれているだけだ。国内外の名士に信頼されているのはこの私。はいはい、その気持ちわかりますよ。今世界一の魔法使いはオズだろうが。そのうち僕になる。賢者よ、上からではなく下から順に言うのはどうじゃ？明暗じゃ。1位が一体誰なのかワクワクしながら発表を待てるしの。だから一番はオズだろう。なぜ明言しないのだ？ヴィンセント様、ここは一つ黙ってこやつらに任せてみましょう。わかった。下から言ってみろ。偉そうに。ねえ賢者様、順番を決める基準は戦った後に生きてる順でいいの？ミチルとリケが殺し合った時生きてる方でいいのってこと。何その顔。殺し合いか。そうなると最下位はミチルかクロエかの。クロエは可視の魔法も使える。研げば戦士になる可能性もあるが、仕立てるためではなく人を傷つけるために可視の魔法を使うことはできんじゃろ。さようじゃ。西の魔法使いは元来攻撃的な気質ではないのじゃ。どれほど憎い相手だとしても破壊し損なうことより変質変容させることを好む。憎い相手だからこそじゃ。西の魔法使いは功を尊重する。圧倒的な魔力のもとに凄まじい攻撃を受けて敗北すれば己のまま石になるだけ。しかし西の魔法使いは目くらまし惑わせ我を失わせる。かつての面影を奪い去って変質させるのじゃ。どちらがより残酷じゃろうな。のうスノーや。